こちらの15万キロ走ってる車を富士スピードウェイで、爆走させちゃいたいなと。いや、果たして15万キロのねフィットがねどれぐらいで走れるか、僕も初めてなんでね。170、すごい180いったよこれ。180、おお、エコタイヤだからねどれぐらいなのかなってのは正直気になるよね。ブレーキはね結構怖いからね、ちょっと手前から、やばいやばい、止まんない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 。皆さんこんにちは、平手浩平です。今日はですね、なんとこちらの15万キロ走ってる車を富士スピードウェイで、爆走させちゃいたいなと思ってますけど大丈夫かな爆走っすか爆走というか、この車が果たして富士を僕が乗って何秒ぐらいで走るのかなとか、はい、あとどれぐらいのパフォーマンスがあるのかっていうのをちょっとチェックしようかなと思ってるんですけども、今の国産車、はい、仮想工の国産車どこまで耐久性があるかみたいなところを、まあそうだね、耐久性もそうだし、10万キロ以上の車が富士スピードウェイを走ってみてどうなるかみたいなね大丈夫？壊れない？いや、わかんないですよ。壊れるかもしれないですよ。でも壊れちゃっても平気？まあいいですよ。でもまあいいのか僕は普通に運転するだけなんで、はい、あれですけど、壊さないように走るんですけど、この車が実際どれぐらいね走れるのかっていうね、サーキットで走るってめちゃめちゃ車過酷っすよね。いやだってね、普段以上にエンジンも回すし、ブレーキも踏むし、耐久試験じゃないけどね耐久まではいかないけど、でも普段ではこう与えないような荷重だったりとかね、それが大丈夫かどうかっていうのをちょっとこれからテストしようかなと思ってます新車の耐久テストじゃなくて、もう中古車の耐久テスト。もうおばあちゃんに鞭打ってだよねおじいちゃんおばあちゃんにバシバシって鞭打ってヒーヒー言いながらサーキットちゃんと走れるかどうかっていうね、それをちょっと一回試してみようかなと思ってます。いや、めっちゃ面白いですね大丈夫かな最悪壊れたらコースの外でスーッと止めてチーンみたいなチーンみたいな。俺そういう経験なかなか今までないけど、それが今日出ちゃうかもしれないし、俺意外と全然走れんじゃんみたいなね。はい、今日は中古車の耐久テストですね。はい、中古車の耐久テストちょっとスピードウェイお借りしてというかね、やりますけども、一回ちょっと車ざっと見てみますか。そうですね。ちょっとね、走る前に平田さんも心配だと思うんで。そうですね。心配なんで、一番心配なのはエンジンは最悪壊れた場合ね、ブーンって止まるだけだからいいんだけど、やっぱブレーキ周りとかやっぱタイヤはやっぱブレーキと大事じゃないですか。エコピアね、これもういつのタイヤかね、こう年号が大体書いてあるんですよね、この辺に。21年だったら5年ぐらい前か。ブレーキパッドだよね。パッドざっと見てどんぐらいありそうですか？バット見は1センチぐらいはあるのかなこれぐらいかなみたいな。でローターもね、ローターはローターですよ。はい。15万キロかなっていうあとはサスペンションとかがねどうなってるかはね気になるところではあるけど、下回りとか見といてますか？下回りもね、そうちょっと気になるんで見てみようかな、せっかくなんで。でも普段レースするときに、ドライバーが下回りなんて確認しないですよね。いや、下回り潜ることないですもんねメカニックさんしか潜んないからねショックから別に特にオイル漏れとかもないし、ブーツもあれだね、ドライブシャフトのブーツも綺麗に残ってるね。なんか大体ね切れちゃって、オイルも漏れてたりとかしてるけど、グリスとかでも全然綺麗だね。大丈夫じゃないですか。あとはもう本当乗ってみてハンドルポポっていじれば、車の状態ある程度わかるんで。この車面白いのが、当時ホンダがすごいなんか力入れたハイブリッドシステムみたいな感じで、ハイブリッドなのに DCT 積んでるんですよね。へえ。みんな CVT じゃないですか。CVT、なんでこれダイレクトのダイレクトな。へえ、面白そう。もうフィット乗るのは多分初めてかな。それずっとだってそうっすよね。ずっとため館にいたしレンタカーで借りる時もこれ入らないから初めてですね。ちょっとどれぐらいのパフォーマンスがあるかで、ちょっとこの後ねサーキット走行でちょっとチェックしてみようかなと思うんですけど、めっちゃ楽しみですね。タイムどれぐらいなんですか？いや、どうなんだろう。これって何リッター？ 1.5 のハイブリッド。1.5 のハイブリッドってなると2分どうだろうね、20秒は切ってこれるんじゃないかな。どうだろうね。いやもう、全く想像できないなんか2分25秒切れたら OK ぐらいにしとこうかなみたいな。OK です。じゃあそれ目標で走ってもらって、ちょっとやってみようかな。OK です。じゃあちょっと走りに行ってきます。いよいよ、テスト走行行ってきます。
ちょっとどんなもんかね正直不安だけど、ちょっと頑張れるだけ頑張ってきます。一応計測器も積んだんで、何秒出てるかはあそこに表示されるかもしれないです。いや、果たして15万キロのねフィットがねどれぐらいで走れるか、僕も初めてなんでね。よし、じゃあちょっと早速行ってきます。気をつけてください。行きます。さあちょっと15万キロのフィットが果たしてどれぐらいのパフォーマンスあるかちょっと興味ありますけども、早速行っていきたいと思います。まずねスピードでねこうやって進入していきます。結構加速いいね。いきます。ドライブロードライブでいいのか。よし行きますよ。結構加速いいよ。これまだ全開にしてないけどね。まずはちょっと肩慣らしにねこうやってちょっとタイヤ温めながら、これ意外と俺好きかも。このなんかいいな。やっぱなんかホンダ車ってこう走るのね結構こだわって作られてるって聞いたけど、なんか足回りとかもこの車のレベルにしちゃいいっすね。ちょっと硬さが街中では気になるけどぐらいな感じで、サーキット来るとなんか程よいね足回りの硬さみたいな感じで。おお、エコタイヤだからねどれぐらいなのかなってのは正直気になるよね。ちょっと1周目は全開にしないで、ちょっとどんなもんかちょっと様子見ながら次の周行きたいと思います。おお、結構いいね。いいな。このなんだろう、この CVT じゃないこの DCT な感じがいいね。ちゃんとギアがこうあるみたいなね、バーンみたいな、楽しい。さあちょっとじゃあメインストレート踏んでみましょうか。目いっぱい。今メーター読みで今120、130、140、おお結構速いよ。150、160、170、すごい。180いったよこれ。180。うわー、横から3号がピューンみたいなね。おお速い速い。おおやばいやばい、止まんない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 。あ、止まった止まった。お意外と止まる意外と止まるし曲がる。おお、なんかこれエンジンのフィーリングめちゃくちゃいいじゃんこれ。かっこいい俺なんかこれ好きだなこのフィット。 CVT 感じゃないからめちゃくちゃなんかパドルシフトでちゃんとやってるみたい、マニュアル車で。おお速い速い。おおいいね。フルパワーだよ。よし、これ S ってなんだろう。これ S モードで走るともっと速いのかな。よくわかんない。押してみたけどよくわかんないよし B コーナークリア。さあここセクター3ね、上りがきついからこういうね小排気量の車には結構きついと思うんだけど、結構でも言うてやっぱハイブリッドだからね、モーターのパワーもあって結構グイグイいくね。ちょっとデフがないからタイヤかいちゃうけどね内側ね。でもそれでも結構攻められるね。もういいじゃんいいじゃん。さあもう一周いくよ。おお来た来た。ハイブリッドのパワーちょっとグイーってね押される感じがいいよね。よほー。
いいよ、なかなかパワーだよ。さあもう一周だけ行こう。さあブレーキはね結構怖いからね、ちょっと手前から。いやーでもいいなこれ、本当に楽しい。これ50万円でこんな楽しめたら最高だよ。もう楽しいじゃん、めっちゃ。いいね意外と楽しいぞ。いやとても15万キロの車とは思えないこの加速感とね、これ最高だよ。最終立ち上がって、さあこの周何秒かな。もうこれでピット帰っちゃうけど、何秒出てると思う？頑張れピット、頑張れピット、いけいけゴーゴー、結構いいぞ、速いぞ。はいフィニッシュ。さあ果たしてタイムは何秒出てるかね。ピットに戻ってるの楽しみですね。いやこれ意外と楽しめて最高よ。てか50万円でこんだけ走れるんだったらみんな車買ってこようよいやマジ楽しいよ。全然いきなりスポーツカーね高くてやっぱ買えないけど、でも全然この50万円のこのフィットですらこうやってサーキット来たら面白く楽しめるからね。これはマジでいいよ。いや全然、何これ、とても15万キロ走ってると思えないね全然足回りもしっかりしてるしね。まあ、唯一ねちょっと不安なのはブレーキだから、まあ、やっぱさっきと走るのはねブレーキ周りだけはちょっとやりたいね。例えばブレーキホース変えるとかパッド変えるとかはやっておいた方が安心だね。そこだけがちょっと不安要素があるけど、でも全然それ以外はね全く問題なく走れるから楽しいよ。じゃあちょっとこっちに置いとこうかな、車をね。よいしょよいしょ。はい、お疲れ様でした。どうでした？いや全然楽しいよいやマジでこれ50万円の車みたいな、15万キロ以上の車っていうぐらい楽しかった。ちょっとタイム見に行こうよ、ちょっと気になるから。あほら、平手浩平の Z332 分26秒571って書いてあるじゃん。あ25秒切れなかったまあ全然余裕持って運転してたからね。もっと詰めてったら25秒は余裕で切れるよ。余裕で切れる。23秒ぐらいいけるんじゃないかな。いや全然十分ですよ。楽しかった。うん。乗ってみて。はい。どうでしょう。ちょっと正直50万円でこんだけ走れるのはスペック良すぎでしょって思いましたね。いや楽しかった。でも普通にこうアクセルね思い切って踏んでトラブルもないし。ないですね。タイヤとねブレーキ周りがもうちょっとレベルアップするともっとグリップして楽しいかなって思えるぐらい攻めれたから。コーナーも楽しいし、ね、踏んでも速いし、でもメーター目で180超えてたぐらい。出してたんですいやすげえ速いよ、びっくりした。加速速いからおおと思いながら走ってて、15万キロと思えない走りでした。なんか数万キロの車なんじゃないかなっていうか、その10万キロ以上の車って思えないですね。はいはい。で足回りとかも、まあ、コーナー走っててもなんか変なガタガタとかもないし、結構しっかり感あって、まあホンダさんなんで
やっぱホンダってね、その国産車の中でもやっぱ走り結構そうですね、はい、楽しめる方向に振ってる車じゃないですか。だから多分ちょっと足回り的には普段乗り硬いかもしれないけど、こう結構栄光の 100R とか攻めてるとちょうどいい足の硬さで、サーキット来るとめちゃくちゃ面白いですよ。ああ、そうなんですね、はい、15万キロ走ってても、メンテナンスしっかりしてればこれだけ限界走行しても。そうですね、だから本当に僕も走っててそんな距離いってる車じゃない風に感じたし、だから本当にメンテナンスちゃんとされててディーラーでこう並んでる車であればもう安心して購入していいんじゃないかなって。今までやっぱちょっと距離が10万っていうと、いやーちょっとな大丈夫かなとかっていう人いたと思うんですけど、僕も今回これ乗ってみて実際15万キロ走ってる車で、いやこんな走れんのみたいな、めちゃくちゃ楽しいし、でやっぱちゃんとメンテナンスされてる車だからこそ安心してやっぱ乗れるんで、すごくいいなと思いました。これぐらいの10万キロ超えた車でね、金額安く買えて、でなんならサーキットも来てプッて楽しめるぐらいなんで、すごい購入してねしてみてはどうかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ中古車の耐久テストは成功っていう、いや大成功じゃないですか。俺結構満足してたよ。もう走りながら興奮して「うわ今200キロ出てる!」とかもう大興奮してたんで、耐久テストはもうスーパー合格だと思います。スーパー合格、スーパー合格だと思います。はい、よかったよかった、はい、今回の動画ね、見てもらって、よかったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。